か。皆さんこんにちは。안녕하세요。風花です。新年明けましておめでとうございます。2023年の幕開けということで、この番組も2年目に入りました。皆さん今年もよろしくお願いいたします。この番組がスタートした2022年の1月、最初の歌のテーマが韓国4大ボーカリストだったんですね。それぞれの名前の頭文字を取ってキム・ナ・パク・イと呼ばれている4人のボーカリストでございます。キム・ボムスさん、ナオルさん、パク・ヒョシンさん、イスさんの4人ですね。去年の1月はこの方々の歌唱技術を紹介して曲をカバーするという企画をしたんですが、今年も1月は4大ボーカリスト様の曲をキム・ナ・パク・イの順にカバーしていこうと思います。この番組はラジオ番組なので、トークの構成を第一に考えて始めたところがあってですね、今はリスナーさんからメッセージをいただけるようになって、リスナーさんとの対話の中で番組を作っていけるようになったんですが、始めてから番組が広がるまでの間はしばらく一人でも喋り続けられるテーマを持ってこようと思っていて、それで最初のテーマを4大ボーカリストにしたんですね。語ることが尽きないからという理由でした。つまりトークありきで選曲したんですけれども、正直去年4大ボーカリストをカバーした時はまだ歌の実力が足りてなくて、ちょっと背伸びをして歌っていた感じだったんですね。レコーディングにも慣れていなかったので、1曲を取るのに 7,8 回歌っていいテイクを継ぎはぎしてやっと音源を作っていたんですが、この1年毎週レコーディングをしてきた修行の成果でですね、最近のレコーディングでは2回通しで歌って終わるっていう感じでもうできるようになってきました。だいたいね15分ぐらいでもう最近はレコーディングが終わっていますね。一応2回撮ったけどもうワンテイク目だけで OK で実質一発撮りみたいな時もあるくらいなんですね。でそれで今の状態でもう一度4大ボーカリストのカバーに挑戦してみようということで、今月再びテーマにいたしました。去年よりもね難しい曲が多いんですが、去年より歌えてると思いますので、そんな変化も楽しんでいただけたら嬉しいです。さて先月、実は3年ぶりにソウルに行ってまいりました。無事に行って帰ってくることができたので、今日はソウルで食べて美味しかった鍋の話をします。見えるラジオの方は写真も出しますので、ぜひご覧になってみてください。まず12月のソウル、めちゃくちゃ寒かったです。私が初めて韓国に行ったのがお正月休みの時期だったんですよ。1月の最初の頃ですね、123とかそのあたりで最初行ったんですけど、その頃私は大学生で北海道に住んでいたので寒さ耐性には自信があったんですが、それでも1月のソウルめちゃくちゃ寒くて、その経験から1月のソウルには行ってはいけないというのを人生の教訓にしていたんですが、コロナ禍の3年を過ごすうちにちょっとね勘が鈍ってしまっていたんですかね。なんか12月の中旬なら大丈夫だろうって思っちゃったんですよね。そんな謎の希望的観測をしてしまって、っていうか日程的にもねちょっとそこが時間が取りやすかったっていうのもあって、12月中旬ならいけるだろうって信じてたんですよ。でちらほらソウルの天気予報を見ていたら、まだ12月に入ったあたりでは大阪の真冬ぐらいの気温だったんですね。これなら大丈夫かなと思ってたら、私がソウルに行くまさにその週に突然大寒波が到来しまして、この時はね日本でも急に気温が下がったんですけど、ソウルはさらに激しくて、連日最高気温がマイナスですね。もう永遠の氷点下の世界に突入してしまったんですよね。で出発直前にソウルの天気予報を見ていたら、もう最低気温がマイナス13度とか出てるんですよ。これやっちまったなと思ってたんですが、
もう最大限の防寒をしていくしかないっていうことで、インナーもタイツもユニクロの極暖シリーズを出してきてですね、セーターに厚手のダウンに靴下もねモフモフのものを出してきて、でブーツも出して、帽子にネックウォーマーに、さらに春北海道も日本からね持参して行ってまいりました。体感暖かくしていても末端がどうしても冷えてくるので、私は春北海道を足に貼るんですけれども、これね足の裏に貼ってしまうと地面を踏みしめる感覚が鈍って危ないので、足の甲の方に貼るのがおすすめです。これはね学生時代のスキー部の先輩からの教えなんですね。でソールも完全に凍結路面でしたので、やっぱ足の裏のね感覚が大事ですから、それを鈍らないように春北海道を貼るっていうことですね。これらの対策をしていけばだいたいマイナス10度ぐらいまでは耐えられます。普通に外を散歩しても大丈夫なんですけど、やっぱりマイナス10度をさらに下回ってくると、もう何着ても寒いんですよね。冷たさがコートを浸透して体まで届いてくるっていうか、もう服そのものがすごい勢いで冷やされていくのがわかるんですよね。ちょっとね身の危険を感じるというか、怖いくらいの寒さでございました。こうして寒い中にいると体温を保つだけでもエネルギーを使うので、やはり温かいものが食べたくなるんですね。そこで今回のソウル旅で美味しかった鍋をね、今回は2種類紹介したいと思います。辛くない鍋と辛い鍋と両方いきますね。まず一つ目の鍋はタッカンマリという鍋です。これは韓国語で鶏一羽っていう意味なんですけど、タクが鶏、ハンマリが一羽という意味でタッカンマリで鶏一羽という鍋なんですね。で名前の通り鶏が丸ごと1羽入っている鍋で、鍋自体は辛くない鍋です。でいろんなお店があるんですけれども、私はソンガネタッカンマリというお店に行きました。で人気店なので一応日本から予約の電話をしたんですけど、2人で来るんだったら別に予約いらないですよっていうふうに言われて、でもね到着したらちゃんと席を確保してくださっておりました。大人数の場合はちょっと準備が必要なので予約してほしいという感じみたいでしたね。でこのお店は以前に日本の NHK で紹介されたこともあって、日本人観光客も結構来ていたようで、食べ方の説明はね日本語表示もされていました。で社長さんや店員さんは日本語は話せないんですけれども、身振り手振りで食べ方を親切に教えてくださるので、韓国語ができない方でもコミュニケーションは大丈夫だと思います。まず生の鶏肉1羽分とスープ、それからじゃがいもとネギと、このお店はね大量のニンニクと生姜のすりおろしみたいなのが乗った状態でお鍋が運ばれてくるんですね。それを卓上コンロで加熱します。でお店の方が鶏肉を骨ごとハサミでカットしてくださって、茹で上がって食べられるタイミングになったら食べていいですよっていう風に教えてくださるんですね。これが結構ね火が強くて、だいたいね10分弱ぐらいで鍋出来上がったと思います。ニラと辛味噌とお醤油を混ぜて、その茹で上がった鶏肉をつけて一緒にいただくんですね。でここで辛味噌を別に入れなければもう全く辛くなく食べるっていうこともできます。韓国のニラは日本のニラよりも匂いが少ないんですよね。で生で食べてもそんなに臭くなくてシャキシャキしてすごく美味しいんですね。でまたこのお店は最初に水キムチを出してくださるので、この水キムチと一緒に鶏肉を食べて味変してもなおよしでございます。で壁に貼ってあったタッカンマリの食べ方には水キムチと鶏肉を一緒に食べなさいというふうに書いてあったんですけれども、私はねそれを読む前にもう到着早々ビールと水キムチで一杯やり始めてしまってですね、鍋ができる頃には水キムチだいぶ食べちゃっていたんですけれども、このお店ね水キムチも大変美味しかったです。鍋のスープも鶏の出汁がしっかり効いていて、そこにニンニクと生姜のパンチが相まって最高に美味しかったですね。ニンニク好きな方はねもうここのタッカンマリすごくハマると思います。
で鶏肉を食べ終わってから最後に締めのうどんを入れるんですけれども、またこのうどんが本格的な手打ちうどんなんですよ。細麺のうどんなんですけどね、これがもう鍋の鶏の出汁をいっぱいに吸ってくれて本当に美味しかったです。で夫と2人で私はこのタッカンマリ食べたんですけれども、男女2人だったらね、正直鶏1はペロリでしたね。もう一杯いけるなって言ってました。もうタクトゥマリでもいけたと思います。そして最後のうどんはね、ちょっと控えめに1人分にしたらちょっと物足りなかったんで、人数分ね注文することをおすすめいたします。で鍋自体にはね辛みが入ってなくて塩味がついてるので、辛いものが苦手な方でも美味しく召し上がっていただける鍋だと思います。というわけでね、辛くない鍋代表ということで、まずタッカンマリのお話でした。続いてもう一つ紹介する鍋はカムジャタンです。カムジャタンというのは豚肉の背骨とじゃがいもを煮込んだ鍋なんですね。このカムジャタンの語源にはいろいろ説があって、まず韓国語でじゃがいものことをカムジャというのでカムジャタンという説と、豚の背骨や脊髄のことをカムジャと呼ぶからなどの説があるんですね。でホロホロになるまで煮込まれた豚の背骨の周りのお肉とじゃがいもね、切らずに丸ごと入ってることが多いんですけど、こちらもねよく煮込まれててホクホクのじゃがいもなんですね。でスープの味がよく絡んで、これ最高に美味しい鍋でございます。お肉とじゃがいもはすでに煮込まれて火が入った状態なんですが、提供するときにねエゴマの葉をもりもりに乗せて提供してくださるんですね。でこの鍋も卓上コンロで温めて、エゴマとかネギとかえのきとかね、後から乗せたものに火が入ったら食べ頃という鍋でございます。私はカンファムン高架門にあるカンファムントゥッカムというお店に行きました。ここはね一人用のカムジャタンもあって、トゥッペギっていうんですけど、スンドゥブとかが提供される時の一人用のお鍋ですね。このサイズで出してくれるカムジャタンもあるお店なんですね。で私は夫と2人で行ったのでカムジャタンの小サイズをお願いしたんですが、お店を見渡してみたら2人で来てるけどそれぞれトゥッペギのカムジャタンを頼んで、それぞれで食べるっていうスタイルの人たちもいましたね。でこちらのカムジャタンはですね、唐辛子とかコチュジャンが入って煮込まれているのでピリ辛の鍋になります。で私が食べたお店は唐辛子以外にもなんか若干カレー風味っていうか、いろんなスパイスが入ってるような味わいでしたね。で食べてると体がほかほか温まってきて、で辛さでねちょっと口がピリッとしてきたら、それをビールでスッと流し込んでっていう感じでね、これも最高の組み合わせでしたね。で鍋の見た目のボリュームは結構すごいんですけれども、豚の骨の周りのお肉なんで、その骨自体がすごく大きいんですよ。だから食べられる部分はそんなにすごい多いわけじゃないんですね。で今回夫と一緒に行って小サイズお願いしたんですけど、もう次絶対中にしようと思います。もう全然中でも食べれたぐらいだと思いますね。なので女性2人で行かれる場合は小サイズ、男女で行く場合は中サイズでもいけるんじゃないかなと思います。そして鍋の具を食べ終わったら最後水豚と春雨を入れて煮込んでいただくんですが、韓国の春雨ってね少し太めでツルツルしててすごく美味しいんですよね。チャプチェとかねおかずで出てくる場合に食べたことある方多いと思うんですけれども、結構鍋の具材としても春雨よく出てきて、これがねスープの味がしっかり染み込んでプルプルでもう最高でございます。そしてカムジャタンの締めはポックンパがおすすめなんですよね。ポックンパっていうのはチャーハンみたいなイメージなんですけれども、鍋を食べ終わった後にお店の人にポックンパしてくださいというふうにお願いすると、鍋ごと厨房に持って行って作ってくれます。刻み玉ねぎと韓国海苔を細かくしたものとスープの残りでご飯を炒めてくれるんですね。でそれを卓上コンロで温めながらちょっとねおこげなんかを作って香ばしくしながらいただくんですけれども、これがご飯がねスープの旨味を全部吸ってくれて、でさらに韓国海苔のちょっとごま油の香ばしい感じもね一緒に感じられたりして、最高に美味しいんですね。
で一人用のカムジャタン、トゥッペギで出てくるカムジャタンだとこの締めのポックンパができないようなんですが、もしね何人かで行って食べるっていう場合はちょっとお腹容量を空けておいて締めのポックンパまで食べるっていうことをね強くおすすめいたします。韓国料理らしいピリ辛鍋が食べたい場合はね、このカムジャタンおすすめの鍋ですね。そんなわけで今回はね、真冬のソウル旅で食べたおすすめの鍋を2種類紹介いたしました。今回ね本当に寒すぎて、今後12月と1月にソウルに行くのはやめようっていう風に教訓になったんですが、でも今話してたらねまた鍋が食べたくなってきてしまいますね。あれだけ寒いからこそより鍋が体に染み入って美味しいっていうのもあると思うので、もしこの冬韓国に行く予定のある方はぜひ召し上がってみてください。またねジョイジョイライフの方でもちょっと韓国旅の話しようと思ってますので、そちらの方も聞いていただけると嬉しいです。また概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。 YouTube の方もよろしくお願いします。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。